13世紀、チンギス・カンはユーラシア大陸の占領に着手し、迅速に国々を制圧して拡大するモンゴル帝国を支配しようとしました。その膨大な軍隊は止まらぬ勢いでしたが、障害が一つありました。高名な漢でさえ越えられなかったものとは、地元民の作った山岳時に立つ氷の壁で漢の軍隊の侵攻を防ぐためのものでした。この話が正確であるかは分かりませんが、驚くことに事実に基づいています。何世紀にもわたってカラコルム山脈やヒマラヤ山脈では、人々が手作りの氷で氷河を作り、飲み水や作物の灌漑用の供給源となってきました。この現象に触れる前に、自然が作り出す氷河と人工的な氷河の違いを理解しましょう。自然界の氷河の生成には3つの条件が必要です。降雪、低温、時間です。まず大量の雪が降って積もります。そして低い温度が四季を通じて雪を持続させます。冬、春、夏、秋。その後の数年、数十年、数世紀にわたって積雪による圧力が雪の層を高度に圧縮された氷河氷に変えます。人工的な氷河は全く異なります。3つの大きな山脈が交わる地点、ヒマラヤ、カラコルム、ヒンドゥークシの長い間氷河は生きていると地方文化では信じられてきました。その上、氷河は男性女性と性別を持っていて、地元の氷河生産者は新しい氷河を繁殖させるため結婚させ、男性女性氷河の表片を融合させ、炭、麦から布、柳の枝で覆い子孫を増やすのです。この保護カバーのおかげで氷河は毎年雪が降るたびに成長し、活動的な氷河へと変わります。これが水の蓄えとなり、農民の作物の灌漑に使えるのです。この習慣は他の文化にも広がり、人々は独自の氷河を作り、水の供給による現代の深刻な課題を解決するためにも応用されます。インド北部の高地にある砂漠地帯、ラダックは、ヒマラヤ山脈に隠れ、降雨が少なく、年間降水量は平均で10センチ以下です。この辺りの氷河は地球温暖化で縮小し、水不足が深刻化しているため、住民は独自の氷河を作り、不安定な水量への保険としています。これらの氷河には2タイプあり、水平と垂直です。水平な氷河は農民が雪解け水を水路や導水管へと誘導し、土石で作られた窪地に流し入れて作ります。村人はこの貯水池への放水を操作し、新しい層が凍るのを待ってから窪地を次の水で満たします。春先には蓄えられた氷が溶け始め、村人に田畑の灌漑用水を供給します。地元民が垂直な氷河を作る場合、村よりも高いところの既存の氷河からの雪解け水を使います。雪解け水は斜面に沿って引かれた水路に入り、農地に流れていき、導水管から空中に向かって噴射します。冬の気温が下がると、この水は導水管から弧を描きながら凍り、ストゥーパと呼ばれる50メートルの氷像が形成され、逆さのアイスクリームコーンの形をしています。この倒立した状態は春夏の日光にあたる表面積を最小化します。小さな氷河がゆっくりと溶け、農家の作物に与える水の安定供給を確保しているのです。古くからある方法かもしれませんが、温暖化が地球に影響する今日、重要性は高まっています。実はラダック以外の多くの地域でも独自の氷河が作られています。スイス人は現代的な氷河生成技術を活用し、2016年にアルプス山脈で初のストゥーパーを作りました。パキスタン、カザフスタン、キルギスタンの村では100以上も計画しています。いつか地元産の氷河で氷の壁を築けるほどになるでしょう。ただしその際は人々を締め出す壁ではなく、地球上の最も過酷な土地環境での暮らしのために、
私たちの自然を保護し保存することはどの国、企業、コミュニティにとっても優先事項です。具体的な手順を知り実現するために今すぐ取り組んでください。edo.ted.com/earthschool